投資を長く続けていると、ある日突然、景色が一変する瞬間がやってきます。毎日証券口座の画面を見ても、数百円しか動いていなくて、正直、飽きてきませんか？毎月こんなに節約して、必死に入金しているのに。これなら、美味しいものを食べた方が幸せなんじゃないか。投資なんて、やっても意味がないんじゃないか。もし今、あなたがそう感じているとしたら、おめでとうございます。あなたは今、資産形成において最も重要で、そして最も苦しい爆発的前夜に立っています。多くの人が、この退屈に耐えられずに脱落していきます。あと少し壁を掘れば、金脈に当たるところまで来ているのに、その直前で吊る橋を置いて、引き返してしまうのです。今日は、株式投資における資産が急に増え始める瞬間について、具体的な数字のシミュレーションと、その時訪れる心理的な変化を、徹底的に詳しく解説していきます。この動画を見れば、今あなたが感じている退屈や増えない焦りが、実は成功するために絶対に避けて通れない助走期間だったと気づき、明日からの積み立てを自信を持って続けられるようになるはずです。もしあなたが、なかなか資産が増えなくて、心が折れそうだ。いつになったら楽になるのか、ゴールが見えない。そう感じているなら、この動画はまさに、あなたのためのものです。ぜひ最後までお付き合いいただき、未来の地図を手に入れてください。さて、本題に入る前に、一つだけ大切な前提をお伝えしておきます。最適解は目的次第です。ここではありがちな落とし穴として一般論をまとめます。投資の世界には、初心者が絶対に知っておくべき、間のカーブと成長のルールが存在します。多くの人は、お金というものを足し算でイメージしてしまいます。例えば、毎月5万円を貯金箱に入れるとします。1年で60万円、10年で600万円になります。これは、非常にわかりやすい直線のグラフです。私たちが会社で働いているお給料も、基本的にはこの足し算の世界です。働いた時間分だけ、対価がもらえる。今月頑張れば、来月の給料日に成果が出る。だから私たちは無意識に、投資に対しても同じような期待をしてしまうんです。3年やったんだから、これくらい増えていてほしい。リスクを取っているんだから、貯金よりは目に見えて増えるはずだ。しかし、投資の世界、特に複利の世界は、足し算ではありません。掛け算の世界なんです。これが、私たち投資初心者を苦しめる最大の原因です。投資を始めた最初の数年間、グラフは地を這うように横ばいのまま進みます。どんなに頑張って入金しても、どんなに節約しても、グラフの角度はなかなか上向きになりません。あれ、リスクを取って投資しているのに、銀行預金とあまり変わらないな。むしろ、暴落が来たらマイナスになってしまうじゃないか。そう感じて、最初の3年、あるいは5年で、多くの人が投資は割に合わないと判断し、市場から去っていきます。本当にもったいないことです。実はこの増えている気がしない期間こそが、資産形成において最も重要なエネルギー充填期間なのです。植物の竹をご存知でしょうか？竹は、種をまいてから数年間、地上には小さな芽しか出てきません。毎日水をやり、世話をしても、一見すると何も成長していないように見えます。儲かれてしまったんじゃないか、と不安になるほどです。しかし、土の中では驚くべきことが起きています。竹は、地上に伸びるエネルギーを蓄えるために、地中深く、広範囲に、強力な根を張り巡らせているのです。そして数年後、準備が整ったその瞬間、竹は一気に、天に向かって何メートルも爆発的に伸びていきます。株式投資もこれと全く同じメカニズムで動いています。最初の数年は風線という根っこを育てる期間です。この期間は運用益による増加よりもあなたが汗水垂らして入金した元本の積み上げの方が圧倒的に大きいんです。つまり資産の増加はあなたの労働に依存しています。お金が働いてくれている実感なんて
ほとんどありません。だから面白くないし、楽にもなりません。でも、安心してください。必ずその時は来ます。ここからは、資産形成において具体的にどのような段階を経て急増が始まるのか、3つの明確なステージに分けてお話しします。あなたの資産が今どのステージにいるのか、地図を確認するように聞いてください。まず、第1のステージ、資産100万円の壁です。これは、投資を始めたばかりの人が最初にぶつかる壁であり、実は、最も挫折率が高い今の期間でもあります。0から100万円を作るのが、資産形成において一番大変だと言われています。なぜなら、この段階ではまだ複利の効果がほとんど働かないからです。例えば、100万円を年利 5% で運用できたとしましょう。年間で増える金額は5万円です。これを12ヶ月で割ると、1月当たり約4000円程度です。4000円というのは、決して小さなお金ではありませんが、人生を変えるような金額ではありません。家族で一度外食に行ったり、友人と飲みに行ったりすれば消えてしまう金額です。あんなに勉強して、口座を開設して、怖い思いをして投資したのに、たったこれだけ。そう思ってしまうのも無理はありません。しかし、この第一ステージの本当の目的は、お金を増やすことではありません。この時期の目的は、投資をする習慣と生活防衛資金を作ること。そして何より、自分の生活レベルをコントロールする力を身につけることです。この地味で苦しい時期に、やめずに淡々と積み立てを続けた人だけが、次のステージへの切符を手にすることができます。続いて、第2のステージ、資産500万円から1000万円の壁です。ここまで来ると、少しずつですが、確実に景色が変わってきます。例えば、1000万円を年利 5% で運用すれば、年間で50万円の利益になります。月に換算すると、約4万円です。月4万円となると、どうでしょうか。水道光熱費や通信費を、すべて配当や運用益で賄えるかもしれません。あるいは、ちょっとしたパート収入や、国民年金の支給額に近い金額になってきます。自分が働かなくても、お金が生活費の一部を稼いでくれている。そんな感覚をリアルに感じられるようになります。しかし、このステージには別の試練が待ち受けています。それは、値動きの金額が大きくなることへの恐怖です。資産が1000万円あると、株価が1日で 1% 動いただけで、あなたの資産は10万円増えたり減ったりします。1日で10万円です。あなたが必死に働いて稼ぐお給料の何日分に相当するでしょうか。朝起きたスマホを見たら10万円減っている。翌日見たら15万円増えている。このように自分の労働収入の感覚を超えた金額が日替わりで乱高下します。これに慣れるにはある程度の訓練と鈍感力が必要です。多くの人はここで怖くて見ていられないと売ってしまったり、逆にもっと増やしたいと欲を出してリスクの高い投機に手を出したりします。この金額の大きさに心を乱されず、これはただの数字の調整だと割り切れるようになること。それが第2ステージをクリアするための条件です。そしていよいよ真打ち登場です。第3のステージ。ここが今回のテーマである資産が急に増え始めるその瞬間です。それは運用益が毎月の積立額を超えた時です。ここが運命の分かれ道、いわゆるチッピングポイントです。想像してみてください。あなたは今、老後のために毎月5万円を必死に節約して投資に回しています。1年間で60万円の積み立てです。もし、あなたの資産がある程度の規模になり、例えば1200万円を超えて、年利 5% で回っていたとしたらどうなるでしょうか。1200万円の 5% は60万円です。つまり、あなたが1年間苦労して積み立てる60万円と、お金が勝手に稼いでくる60万円が並ぶんです。これは革命的な瞬間です。ここから先はもう世界が変わります。あなたが一歩進むと
お金も一歩進めてくれる。まさに二人三脚の状態です。さらに資産が増えていくと、あなたが一歩進む間に、お金が二歩、三歩と先へ進んでくれるようになります。資産増加の主役が、あなたの労働からお金の働きへと後退するのです。これが、急に増え始める現象の正体です。グラフで見ると、この辺りから線がぐいっと上に向かってカーブを描き始めます。いわゆる方形スティック曲線と呼ばれる、美しい急上昇カーブです。雪だるまを作る時のことを思い出してください。最初は、小さな雪玉を作るのに、毛袋を蒸らしながら、冷たい思いをして、手でギュッギュッと固めますよね。なかなか大きくならないし、腰も痛くなるし、手も冷たい。これなら、雪だるまなんて作らなきゃよかったと思うかもしれません。でも、ある程度の大きさになって、地面を転がし始めるとどうでしょう。一転がりするたびに、とんでもない量の雪が、勝手にくっついてきます。ゴロンと転がすだけで、一回り大きくなる。最後の方は、自分では動かせないくらい、巨大な雪の塊になります。投資も全く同じです。最初の手で固めている時期に、やめてしまってはいけません。転がり出して、勝手に大きくなる自動化のフェーズまで、何としても耐え抜くんです。では、具体的にどれくらいの期間、我慢すればその爆発が起きるのでしょうか。数字でシミュレーションしてみましょう。例えば、毎月5万円を年利 5% で積み立てたと仮定します。最初の5年間を見てみましょう。元本は300万円。これに対して、運用益を含めた資産評価額は約340万円です。利益はプラス40万円。5年間、毎月欠かさず頑張って、プラス40万円です。もちろん素晴らしい成果ですが、人生が変わったとは言えないでしょう。5年も我慢してこれかと、ため息が出るかもしれません。では、これを諦めずに20年続けたらどうなるでしょうか。元本1200万円に対して、資産評価額は、なんと約2055万円になります。利益はプラス855万円です。最初の5年では40万円しか増えなかった利益が、時間が経つにつれて、数百万円単位で膨れ上がっています。さらに、これを30年続けると、もっと衝撃的なことが起きます。元本1800万円に対して、資産評価額は約4161万円。利益だけで2300万円を超えてしまいます。元本よりも利益の方が大きくなってしまうんです。最初の5年の苦労が嘘のように、後半になればなるほど、資産は加速度的に、爆発的に増えていきます。最初の100万円を作るのには何年もかかります。しかし、1000万円から1100万円に増えるのは、ほんの一瞬です。さらに3000万円から3100万円なんて、気づかないうちに通過しています。これが、時間は投資家の親友と言われる理由です。長く続ければ続けるほど、時間はあなたに有利に働きます。しかし、ここで一つ、非常に大きな問題があります。理論上は誰でもお金持ちになれるはずなのに、現実には、多くの人が途中で脱落してしまうのはなぜでしょうか。それは、人間の脳は、退屈に耐えられないようにできているからです。私たちは本能的に、ドラマチックな変化や、即効性のある刺激を求めてしまいます。毎日コツコツ、同じことを繰り返すのは、脳にとって苦痛なんです。だから、つい余計なことをしてしまいます。SNS を開けば、あの仮想通貨で送り人になったとか、今すぐ買うべき爆上がり銘柄といった刺激的な情報が飛び込んできます。また、逆に大暴落が来る、日本経済は終わりだといった恐怖を煽るニュースも毎日のように流れてきます。もっと早く増やしたいという強欲や、損をしたくないという恐怖が、せっかく育ち始めた福利の芽を自らの手で摘み取らせようとするのです。では、どうすればこの魔の誘惑に打ち勝ち、資産が爆発するその瞬間まで市場に居続けることができるのでしょうか。50代からでも実践できる、心を折らないための対策を3つお伝えします。
一つ目の対策は、他人と比較しないことです。SNS や YouTube を見ていると、50代で資産5000万円達成とか月収100万円の配当生活といったキラキラした他人と自分を比べて落ち込んでしまうことがあります。自分はまだこれだけしかない。スタートが遅すぎたのかもしれない。でもはっきり言わせてください。他人の財布とあなたの人生は何の関係もありません。投資は競争ではありません。あなた自身の目標、あなた自身の老後の安心のためにやるものです。隣の芝生は青く見えるものですが、その芝生が人工芝かもしれないし、維持するために莫大な借金をしているかもしれません。他人の表面的な成功に惑わされず、昨日の自分より1円でも増えていれば、それでいいとしましょう。2つ目の対策は、忘れる仕組みを作ることです。これが最強の投資法かもしれません。クレジットカード積み立てなどで入金を完全に自動化したら、あとは証券口座のパスワードを忘れるくらいの気持ちで放置してください。真面目な人ほど毎日ログインして資産額をチェックしてしまいます。今日は増えた、今日は減ったと一喜一憂するのは精神衛生上良くありませんし、何より長期投資においては百害あって一利なしです。木を植えた後に毎日土を掘り返して根っこが伸びているか確認する人はいませんね。そんなことをしたら根が傷んで木は枯れてしまいます。投資も同じです。見ない力、忘れる力が資産を大きく育てます。年に1回、年末にちょっと確認するくらいで十分です。そして3つ目の対策は退屈を愛することです。伝説の投資家ジョージ・ソロスはこう言っています。良い投資とは退屈なものだと。もしあなたが投資をしていてワクワクする、ハラハラドキドキすると感じているなら、それは投資ではなくギャンブルをしている可能性が高いです。本来のインデックス投資や積み立て投資は地味で単調であくびが出るほど退屈な作業です。朝起きて顔を洗って歯を磨く、これにワクワクする人はいませんよね。でも毎日やるから健康が保てます。投資も歯磨きと同じレベルまで日常に溶け込ませてください。今月も何事もなく積み立てができた。何も起きなかった。その何もない日常こそが順調であることの何よりの証拠です。その地味な一歩の積み重ねが確実に爆発点へと近づいています。今日お伝えしたかったのは、今は増えていなくても水面下では確実に育っているということです。もし今あなたが飽きたな、やめようかなと思っているなら、それは資産が爆発する直前のサインかもしれません。ここでやめてしまったら、これから来るはずだった急上昇の果実をすべてドブに捨てることになります。それはあまりにももったいないことです。50代からでも決して遅くはありません。人生100年時代、運用できる期間はまだ20年も30年もあります。最初の数年の助走期間さえ乗り越えれば、あとは複利という強力なエンジンがあなたを遠くまで運んでくれます。焦らず、腐らず、やめずに、淡々と種をまき続けましょう。未来のあなたは、今日、踏みとどまって積み立てを続けたあなたに、心から感謝するはずです。ここまでご覧いただき、本当にありがとうございます。最後に、ここからが一番大事なポイントです。資産が急に増える瞬間は必ず来ます。しかし、それは市場に居続けた人だけに訪れる特権です。嵐の日も晴れの日も、ただ市場から退場せずに居座り続けること。それが私たち個人投資家ができる唯一にして最強の戦略です。一緒にこの航路を守っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。